皆さんこんにちは。ガーディアンズ・フォー・ヘルス・フリーダム代表の柳久敦夫です。今日は本当に昼から現在まで本当に長い時間ご一緒していただきましてありがとうございます。ちょっと講演が続きまして今ちょっと枯れていますけれども、お聞き苦しい点ご容赦ください。でそして今、オンラインでライブで聞いている方、こんにちは。本当に今日はありがとうございます。よろしいですか。はい、まず今日、私がお話しするのは、今アメリカで何が起きて、そして私たちが何をしなければならないか、でそして私たちガーディアンズ・フォー・ヘルス・フリーダムの東京宣言ということで最後にまとめさせていただきます。もう少しですね。はい、はい、今回は実は私たちはこれを本当に仲間たちと理事たちと集まって本当にある意味この辛い約10ヶ月を本当に難しい10ヶ月を過ごしてきました。でも何よりも本当にボランティアの人たちの熱量が違ってました。やはり私たちは日本から自分の思いを発信したいと、ゼロから出発をしたい。はい。そしてとにもかくも日本のために今の現状を変えていきたいと、そういう思いを私たち理事に強く訴えてきて、そして私たち理事も腹をくくりました。この人たちと一緒に活動していこうと。今日は実はもう少し小さいサイズの講演会になるかなと実は思ってるんですけども、見た通り、たくさんの演者に出ていただきました。一番右の実は秘密にしてたのがスタリット・バクティ先生、ドイツの病理学の先生で、タイ出身の方でアメリカで、勉強されてドイツで病理学の教授になり、コロナのワクチンが出た時にまず一番に反対された方です。でドイツ政府や学会から攻撃をされ否定をされ、時には訴えられるぐらいのところをされたんですが、最後は彼は勝ちました。本当にやる聖人君主の本当に正しいことを伝えるという先生です。そして今日これだけの見事な登壇されている先生方によって今日一日私たちも本当に一つ一つお一人一人聞きながら気を引き締めています。何よりもそもそも国際的組織にしようかということはいつ決まったかというと、実は最近です。私たちはどうせ目指すんであれば日本ではなくてアジアの国々までやはり自分たちの気持ちを伝えていこうと。今回オーストラリア、カナダ、ブラジル、スイス、アメリカ、台湾、カナダ、イギリス、学会の会長の方たちもいらっしゃいますし、インフルエンサーの方もいらっしゃいます。そしてアルジェリア、タイ、そしてオランダ、アメリカ、メキシコ、フィリピンです。後でこの右下のリチャード・チェン先生のアメリカの先生の話は、実は彼は私たちにすごいプレゼントを今朝してくれました。後でお話をします。
そのため今日は僕は新幹線の中でスライド作り直して大変でした。さて、アメリカがトランプ大統領になったときに彼が掲げたのはメイクアメリカグレーターアゲイン、マガ、アメリカを再び偉大に。そして、保健省の長官になったドワート・ケネディ、ジュニア、彼はメイクアメリカヘルシーアゲイン、マハを宣言しました。そして大統領令で2月にトランプ大統領が大統領令に署名をしました。そうすると100日以内にまずアセスメントを出し、105日目に戦略を出すと。ちょうど、5月が150日目。アセスメントが出て、8月に戦略が出ます。で、そして5月の半ばに出ました。これがマハレポート。ザ・マハレポート。この下の方に文字が書いてあるのを拡大します。ここに何て書いてあるかというと、Make our children healthy again assessment。Make our children healthy again。私たちの子供を再び健康になんです。普通、アメリカがこういうレポートを出すんだったらば、肥満をなくそうよねとか、食事を考えようね、高血圧、糖尿病、ってそうなると思ったら、彼らの出したのは、私たちの子供を再び健康にという言葉でした。これは正直驚きましたけど、やっぱりそうきたんだなとも思いました。私たちは GHF のスローガンというのは、メッセージスローガンは Children are our future。 私たちの子供は私たちの未来です。まさに同じ方向を向いています。決して彼らのということではなくて、私たちは私たちの道を同じように考えて、やっぱり次の時代は子どもたちを何とかしなければいけない。このマハレポートは何よりもアメリカの健康戦略であって、健康政策大きく変わるホワイトハウスから出たレポートなんですけども、驚いたことに、僕らから聞いた方はいるかもしれませんけど、今ここで初めて行く方もいると思うんです。なんとホワイトハウスから発表されたアメリカの健康政策は、政策中世界中に大きな影響を与えることが予想されます。企業もそうですし、農業もそうですし、あるいは食品、いろんなそういう健康産業に対して大きな影響を与えるのを予想される中で、政府主要メディアは全く報道していません。税金のこと、いろんなことについて関税のことをいろいろしながら、本当に大事なことなのに一言たりとも報道がほとんどされていない。私はこれは異常だと思います。ですから私たちが動かなければならない、本当の意味でこれから何をすべきかどうかということについて、国民に皆さんから伝えていこうです。皆さんはガーディアンです。今日この後東京宣言を発表します。未来の子どもたちの命と自由のために、Children are our future。今日この中で3つ政府に要求する項目があるので、ちょっと先に出しておきます。私たちは3つ。1つは WHO、世界保健協会の脱退と主権の回復。これは分かりますね。もう WHO がもう好き勝手にして、企業と大きな製薬会社とくっつきながら、結局ワクチンを推進していたということです。そして失敗したと。まさに企業によって動かされている世界です。こういうところから脱退しようと。すでにアメリカは脱退しました。アルゼンチンもついて脱退しました。そしてあとインド、いくつかの国が今その手を挙げています。WHO が悪いなんて陰謀論だよという世界ではなく、真面目な話、WHO は透明性がないということです。2番目はメッセンジャー RNA ワクチンの接種の即時中止とその徹底検証。まさに藤江さんがおっしゃってた内容になりますけれども、私たちはこのワクチンの即時中止を求め検証すべきであると。
もっと早くしていれば、こんなワクチン被害はここまで広がらなかった。そして3番目、エボラ出血性ウイルスの機能獲得研究の即時停止と研究施設の移設中止です。これについて少し、今日、林千先生がお話をしてくれました。まさにそのことです。私も実は林先生からこの情報を得て、ここまでいけないと。日本政府はエボラ出血性の新しい研究施設を東京の郊外から都心の中心地に移設することを決定しました。林千先生が現在の研究施設がある東村山市役所に確認したところ、エボラウイルスの露出やテロの発生について想定をしていない。万一の時に避難計画もない。避難場所はすぐそばの小学校だ。そんなすぐそば避難しても感染を増すだけでしょうと思うんですけれども、政府は移転先を公開せず、また政府は研究施設について安全性を最優先にするわけではないと信じがたい回答をしています。そもそも日本でエボラ出血説を研究する意義がないのに、政府は移転を東京の都心に強引に進めています。私たちが今、最も懸念しているのは、エボラウイルスが研究施設から漏出した場合に、新たなパンデミックが起きるということです。事故やテロ、そしてそういうだけではなく、もしある国からエボラウイルスを隠し持って日本に入ってきて、施設のそばでばらまいて人為的なパンデミックを起こすこともできます。まさに武漢の研究所からコロナのウイルスの計画的漏洩がまさに頭をよぎります。私は先週の木曜日に林先生の講演を聞いて、すぐに私たち国際お染め学会の栄養を専門家とする62人の学者にこの件についてメールを出し、私たちはどうやったら予防ができるんだろうということを尋ねて聞きたいと言いました。そしたらもう今日ですよ、ドラフトを送ってきたんです。62ので、これねまだ未完成なので、そのうちすぐにこれは東京のエボラ研究所移転が世界的な懸念を引き起こす生物危険の備えとしてのオーソマリカ戦略、オーソマリカ医学ニュースサービス編集会によりと、これは約60人の編集になります。日本オーソマリカ医学及びガーディアンズ・フォー・ヘルス・アンド・フリーダムとの共同執筆ということで、これはアメリカから発信されます。でまさに研究所のこと、移設のこと、それによって起きること、そういうことはそのまま書いてあります。そしてこれはまだゲラですけども、もしもそういうブレークが発生するようなことがあった可能性があるんだ、今やってることを書いてある。そして患者さんがどっかでエボラの出血先生がどっか東京で出た、一人でも出たという時にすること、そして皆さんがその患者が増えたかもしれないという時、そして入院した時、すべてに分かれてプログラムが書かれています。これが今世界中の私たちの仲間が今私たちにしていることです。素晴らしいと思いませんか？ありがとうございます。本当に僕は仲間というものは大事であって、世界中の同じ思いの人たちと連携をして、こういうことをどんどん進めていく。たかが48時間でこういう結果を出してくる仲間というものを本当に僕は尊敬します。さて、東京宣言です。細かいので一つ一ついきます。東京宣言、未来の子どもたちの命と自由のために中電はアワフューチャー。この東京宣言は今日多分ひょっとするともうすでに X とかそういうところ、Facebook で発表されているかもしれません。私たち一般社団法人ガーディアンズ・フォー・ヘルス・アンド・フリーダムは、真実を貫き自由を守り未来への責任を誠実に果たすためにここに立ち上がることを宣言します。今この日本で、そして世界で
私たちの家族、未来を生きる子どもたちの命と自由が静かに脅かされ始めています。健やかに成長し、笑顔で暮らすはずの子どもたちの未来が、わずか一部の権力者の求める巨大な利益のために蝕まれているのです。私たちは沈黙しません。医療、環境、教育、そして自由をめぐる今起きているこの世界的な危機に立ち向かうために、私たちはここ日本からアジアへ、そして世界へと確かな声を上げます。Make Asia Healthy Again と。私たちは願います。家族や子どもたちが澄んだ空気、清らかな水、安心して食べられる食物、心の平和、そして誰にも支配されない自由の中で生きている世界を。私たちは訴えます。隠された政治、暴走する科学、情報を規制する権力の下で人々の命が軽んじられる未来を私たちは決して許しません。すべての人が自らの心と体の健康について自ら選ぶ権利を持ち、正しい情報にアクセスして自由に議論できる社会を築くこと、そして安全な食と持続可能な環境を次世代へ引き継ぐこと、これが私たちの決意です。私たちは政府に強く求めます。一つ、WHO 世界保健機構からの脱退と主権の回復。二つ、メッセンジャー RNA ワクチンの接種の即時中止とその徹底検証。3、エボラ出血熱ウイルスの機能獲得研究の即時停止と研究施設の移設の中止。今こそ立ち上がる時です。この機会が子どもたちの未来を守りきれる最後のチャンスとなるかもしれません。私たちは未来の子どもたちを守るために今ここに立ち上がることを誓います。2025年6月15日、東京虎ノ門にて一般社団法人ガーディアンス・フォー・ヘルス・アンド・フリーダム代表理事柳沢敦夫、副代表佐々木みのり、理事黒木義和、理事藤沢木則、ボランティア有志一同。皆さんはありがとうございます。ここにいる皆さん、そして、ライブで聞いていらっしゃる方々、皆さんはガーディアンです。ぜひ私どもと一緒に未来の子どもたちのために何をできるかと考え、そして今各国の中で一番ひどい状況になっているこの日本を立て直す最後のチャンスと思い、共に考え決断し行動をしたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。最後にこの難しいこの昨年の秋からのこの時期を共にこう乗り越えて、そして心配されてくれた人々、本当に心から感謝し、私たちは共に皆さんガーディアンと共に歩んでまいりたいと思います。私たちの本当に理事一同、ボランティアの人たち、そしてここにいる皆様に、そしてこうライブで聞いている皆様に心より感謝申し上げて、
締めの挨拶とさせていただきます。本当に今日はどうもありがとうございました。